Hey guys, this is Natsu and welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、夏です。今回はいつものボルダリングの動画ではなくて、先週韓国であった、アジア選手権大会、そこで起きた、イランの女性代表選手、エルナス・レカビ選手っていう方がいるんですけど、その方に関する出来事について今回はお話ししていきます。So this time, I'm gonna talk about an incident occurs in the Asian Championship of Sports Climbing in South Korea that's been held last week. This is about Elnas Rakabi, who had participated in the competition as an Iranian team. In this video, I will mainly speak in Japanese, but I've already added English subtitles, so you can turn it on, and I hope you keep watching the rest of the video. Thank you. では、まず現在何が起きているのか話していきます。まず、先日行われたアジア選手権大会。それのコンバインドの、リード決勝にてです。で、この動画を見ている方にね、中に、あまりスポーツクライミングに詳しくない方いると思うので、簡単に説明すると、ボルダリングって4つ、種目が、スポーツクライミングって4つ種目があって、まず1個目が、ボルダリング。一番有名なやつですね。で、2つ目が、12、3メーターだったかな。そんくらいの結構高い壁を登っていく持久力重視のクライミングがあるんですけど、それが、リード。で、3つ目が、垂直の壁、垂直ではないか。まあ、とにかく壁を登る速さを競っていくスピード。で、それらの、合計得点で競っていくコンバインドっていう、その4つがあるんですけど、今回は、ボルダリングとリードを合わせたコンバインド。それのリード決勝での出来事です。で、そこで、イラン代表のエルナス・レカビ選手っていう方がいるんですけど、その方が、ヒジャブっていう、頭の髪を隠すようなこうスカーフがあるんですけど、それをつけずに、出場しました。で、ヒジャブっていうのは、その、イスラム教を信仰している女性の方が、主に身につけるようなもので、まあ、髪を隠す目的があるらしいんですけど、まあ、でも最近は結構緩くなってきていて、なんかファッションの要素があったりとか、まあ、あとはつけない人もいるくらいらしいんですけど、ただイランに限って言うと、あそこは宗教国家なんで、そのヒジャブの着用を法律で義務付けてるんですね。で、その関連で先日一人女性亡くなってるんですけど、先月ですね。まあ、それについてはまた後で触れていくんで、今はとりあえずここまでで。で、話を戻して、このエルナス選手、そのスカーフ、ヒジャブをつけずに登ったんですけど、そのコンバインドが終わった後に、1日ちょいだったか2日だったかくらい行方不明にソウルでなったんですね。で、仲間の選手から連絡が取れないっていうことで結構大ごとになって、で、その安否が心配されていたんですけど、昨日の日本時間でいう早朝、今日これ、10月の20日に撮ってるんですけど、まあ、19日に、一応、イランに着いたというふうに報道がされました。で、みんなの中にも、このエルナス選手について知らない方いると思うので、簡単なんですけど、調べてきました。エルナス選手、現在33歳で、IFSC、スポーツクライミング協会ですね。それの、大会記録、公式記録を確認すると、一番古いもので2007年の、戦歴が残っていたので、まあ、少なくとも、彼女が18歳の頃にはもうすでにプロクライマーとして活動しているようです。だからもう15年、少なくとも15年以上ですね。もう大ベテランの方です。で、主に、アジア選手権とアジア大会で、活躍していて、
2017年の中国では、ボルダーで1位を取っていて、ボルダリングですね。ボルダリングで1位を取っていて、2021年のモスクワ大会では、コンバインドで3位。で、今回の韓国のね、そのコンバインドの、記録が、4位でした。で、今回の韓国での事件だけを見ると、ちょっと分かりにくいと思うので、現在イランで何が起きているのかを解説していきます。で、今年の、9月の13日にイランの首都のテヘランっていう場所があるんですけど、そこで、先ほど言ったヒジャブ、スカーフのね、被り方がおかしいということで、マフサ・アミニさんっていう方が、22歳の女性なんですけど、方が、風紀警察っていう団体、警察なんでしょうけど、多分そういう名前なんですけど、に逮捕されて、その後、3日後に、亡くなってしまったんですね。で、これを受けて、市民の間でね、拷問されたんじゃないかとか、暴行をされていたんじゃないかというふうないろんな憶測が立って、現在、もう5週間ほど以上ですね、今、イラン全土でとてつもないデモが起きているんですね。もうなんか、イラン革命以来の大規模なデモらしくて、現時点で大体、現時点とか、18日付ですね。で、大体、300の、地域、市で、今デモが起きていて、で、この参加者の中から、23人の子供を含んだ200人以上の方がもう亡くなっているという、ひどい状況です。で、そんな中で、今回の、ね、韓国の大会を迎えるわけなんですけど、他のチームメイト、元チームメイトですね。あとは、友達とかに、イランを出る前からね、もう、ヒジャブを外して登るっていう風に、宣言していたそうで。なので、今回のね、その彼女が取った行動は、現在起こっているイランでのデモに対してね、強い賛成を表したかったんじゃないかなと、夏は解釈しています。ただね、行方不明期間中に、一回投稿したインスタグラムと、帰国後、彼女が空港でインタビューを受けたんですけど、そこでのコメントでは、ヒジャブを意図して外したものではないと、忘れたんだというふうにコメントをしてるんですね。あと謝罪も。で、ただ、出国前に話していたこと、仲間に話していたことと、後のコメントが真逆であること、プラス、あとは、過去にも結構、いろんな方がね、その、政治に対して、イランのそういうものに対して、いろんなアクションを起こしたりとかしてたんですけど、軒並み、強制的に謝罪文とか弁明を強要されてるらしくて、その例に漏れず、彼女もごめん、言わされたのではないかと、強要されたのではないかというふうにされています。なんかイランの中ではその自白を強要した、強要された自白をテレビで流すのが文化らしくて、なのでそういうことなんだろうなというふうに専門家の中では言われています。一旦ここで注釈なんですけど、とか注意喚起なんですけど、今回の一連の騒動というか事件に関して、イランの国民とか、あとはイスラム教を信仰している方たちっていうのは一切悪くないです。そこだけはまずね、ストレスた、強調しておかなきゃいけないなと思います。あくまでね、今回非難されるべきなのは、ね、宗教を用いて今独裁体制を敷いているね、そのイランの上の方であって、何らその市民とか、市民が悪いわけでもないし、イスラム教が悪いとか、そういうわけでもないんですね。あくまでイスラム教を自分たちの都合のいいように解釈して、それを使っている
人々が非難されるべきであって、普通のね、人たちは、一切悪くないので、あの、非難とかね、そういうのはしないでください。過去にもね、イスラム教絡みで事件があった時に、ね、イスラム教全体を批判するみたいな感じのことがありましたけど、それはちょっと方向性が間違ってると思うので、別にイスラム教が悪なわけでもないし、全然。それをどう使って悪いことをしている人たちがいるっていう方が、そっちがダメなので、避難する先を、絶対間違えないようにしていただきたいと思います。で、まあ話を戻して、まあ今後、彼女がどうなってしまうのか気になると思うんですけど、BBC とかね、CNN とか、の主要メディアでは、まあ、投獄される可能性があるだったりとか、最悪拷問もあり得るだったりとか、まあ、あとは今後イラン代表として上ることはちょっと難しいかもしれないなど、まあ結構いろんな意見があるんですけど、というか今回今お話ししている内容ね、そういうのは全部海外の主要メディアたちから取ってきています。一応言っておきますね。で、話を戻して、まあいろんな見解とか憶測が飛んでいるんですけど、一応、昨日の夜中10時だったか11時ぐらいだったかぐらいに、IFSC、だから、クライミング協会ですね。スポーツクライミング協会の方から、公式ページにて、文章で発表がまずありましたと。で、内容は、まず、ずっとその協会の方は、エルナス選手とコンタクトを取っていて、とりあえずまず、無事にイランに着いたことが確認できましたと。で、もう一つが、IOC、オリンピック協会ですね。それと、イランの、オリンピック協会との3者合同で、会議をして、で、その中でイランのそのオリンピックコミッティから、えまあ今後も、違う、まず今回の行動で、エルナス選手が、何ら不利益を被ることはもうなくて、で、今後も、選手として、一応トレーニングもするし、大会にも出場するというふうな確約、文章では確約って書いてあったので、一応確約としますけど、それを、そのイランのね、オリンピックコミッティから受け取ったというふうな旨の文章を、公開しました。まあそのね、確約が守られるかどうかっていうところは、まず一旦置いておいて、少なくとも今回はね、一応ひとまず最悪の状況は出すことができたのかなというふうに見えます。ただ、この問題が、まあ、今後どう動いていくのかっていうのはやっぱね、本当にわかんないので、まあ何もないことを祈りながら、今後もちょっと報道を待とうと思います。で、まあ最後にナッツ個人として、この事件にコメントをするんですけど、まずね、エルナス選手、もう彼女の取った行動、いや、まず、なんていうのかな、賛同しますというか、こう、称賛しますというか、称賛しますとはちょっと違うかな。まあ、なんて言うんでしょうね。とにかく、もう本当にすごいことだと思ってます。ヒジャブ、ね、あれを取るっていう、公共の場で取るっていうのは、もうイラン人女性にとってはね、とてつもなくやっぱ勇気のいる行動なわけですよ。だって普通に法律でアウトなわけだし、最悪、だって付け方がおかしいだけで命を失うレベルの問題なわけですから。まあなんかそんな中ね、スカーフを完璧に取ってね、まあなんだろう、まあ、中継されるわけなんですが、まあテレビにも載って、で、しかもその後亡命もせずにね、帰国して、なんか過去にはなんか似たようなことが、だからスカーフを外して、で、亡命をした方はなんかいるらしいんですけど、なんか、こう、彼女の場合はレアケースらしいですね。そのまんま自国に帰って、
その後自分に降りかかってくるであろういろんな不利益、それと向き合うっていう。いやもうどんなねせどんなメンタルしてるんでしょうね。もうそうすごい想像ができないというか、なんか勇敢とかなんかそういう言葉はあるけど、なんかそのなんていうかな、範疇を超えているというか、もうそういう領域の言葉じゃ表せないような、とにかく本当にすごい行動なんだろうなっていうふうに、感じてます。ちょっとうまく伝わってるかわかんないんですけど。で、もう一つあれだね。今回のだから彼女が賛成を表明していたそのイランでのデモ、これでまず訴えていることのメインって、女性の権利についてなんですよ。まあもちろんね、現在宗教的な独裁体制を敷いているね、政府に対しての抗議も絶対あるとは思うんですけど、メインのコアメッセージっていうのは、女性の権利についてなんですよ。でもう少し正確に言うと、えっと、女性、命、あと自由だったかな。その3つがコアメッセージらしくて。特にやっぱ夏は自由っていう言葉にすごい反応しますね。なんて言うんだろう。全然ベクトルが違うとは思うんですけど、夏も自分の行動とか思考とかを制限されるの、他人に制限されるのってすごい苦手で。うん。でもね、イランの中にいる人、男性女性問わずに、もういろんな制約があるわけですよね。で、これ夏が別に調べたわけではないんですけど、専門家が言うにはね、イランでは他の国と比べて、その人権が適用される範囲が少ないということなんですよ。で、その中で、男性よりも女性の方が、少ないと、より少ないという構図になっているらしくて、いや、まあでも別に性別問わずにだって生まれた時からもうずっとがんじがらめで制約ばっかなんて、いやもうちょっと耐えらんないですね。夏は基本的に自分で全部選んで生きていきたい人なので、もうなんか自分のその選択とかね、権利をこう制限されて、しかも最悪死が待ってるなんて、もうなんか冗談じゃないというか、うん。どうか、まあ今ね、市民の方たちが立ち上がってね、今体制を、だからまあデモをね、やっていますけど、まあ、ナーツたち、だからこのアウトサイダーだというか、こう、安全地帯からしか見てね、何かすることができないこっち側としては、うん、今できることって言ったらやっぱね、こうやって情報を広めて、でね、声を大きくするぐらいしかやっぱできないんですよね。ただ今、結構大きな問題になってきてて、この事件に対して国連もコメントするくらいには大ごとになってきてくれてるんですよ。なので、ね、まあもう少し我々の方でどうにかね、こう、いろんな人に現状を伝えて、まあその中でアクションを起こしてくれる人がね、もっといれば嬉しいなと思いますね。最後にね、こう、今いろんな方がイランの中でね、こう、自分たちの自由のために戦っているので、まあどうかそのみんながね、自由を勝ち取れることを、まあ願って、この動画は今回、ここで終わりにしようかなと思います。So, I think this is the end of the video, and I hope this message will be spread and shared so much. So,
Thank you for watching this video and see you next time. ということでここで今回の動画はおしまいです。もしよかったらこの動画をね、この動画じゃなくてもいいので、これに関する情報をね、いろいろ拡散して、彼らのね、手助けになるような行動をしていただけたらなと思います。ということでまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。